今回はレガシーアウトバック X ブレイクのために購入した STI フレキシブルタワーバーについてお伝えしたいと思います。車を買って調べてみたチャンネルのヒデさんです。今回の動画が気に入ったらチャンネル登録とベルマークを押してもらうと次回の動画があなたの手元に届きます。インスタグラムやカーチューン、ツイッターなどの SNS もしています。愛車の紹介や次回撮影予定の動画の告知をしていますので、よかったらフォローしてみてください。では本編です。よろしくお願いします。実はディーラーに行く最中撮影していたんですが、録画してなかったようでした。すいません。本編の方は設置後の動画となりますので、そちらを確認してもらった上でいろいろご意見いただけたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、無事フレキシブルタワーバーとこちらの USB を差し替えて、泥よけその3点を、交換してまいりました。その上でフレキシブルタワーバーについて使用感っていうところでお話ししたいと思います。少し距離を乗ってきてまいりました。初動の動きの時のハンドル感っていうのが多少重くなったという風な印象を受けてます。その重くなった印象っていうのがなんとなくなんですが、自分の中でこうなんじゃないかなっていうの印象をちょっとお伝えすると、以前、僕が台車で借りた、レガシー B4 なんですけども、そのハンドルの重さに近づいたような印象を受けました。で、レガシー B4 の時に思ったことなんですが、どちらかというと常々少し重たいという風な印象やったんですけども、アウトバックの場合はある程度の初速、カーブ立ち上がったところですよね。そこで、ハンドルを切るとき、要はタイヤが動く距離が出た時には結構クイックにハンドルが切れる状態になります。今ちょっとすいません、設置に時間がかかったので画面が夜になってます。その上でハンドルの動きっていうのがタワーバーっていうものをつけることによってここまで変わるのかっていうのは正直驚いてます。例えば今これ止まってますよね。こうハンドル今こうやってやってるんですけど、以前の時はこの止まってる時のハンドルの動きっていうのは結構まだゆとりがあったというか遊びがあった印象はありました。ですがタワーバーを設置したことによってこのハンドルの遊びっていう部分が締められたっていうんですかね、そのような印象をすごく感じます。あとタワーバー自体のその機能としての部分で縦方向で横方向の動きっていうのを極力こうねじれを抑えるっていうことになるらしいんですけども、このバーが入ることによってこれ僕が初め走ってる時にすごく思ったんですけど、たわみ感受け方っていうのがすごく入力が変わったっていうんですかね。前なんかいただいてたコメントの中にもあったんですけども、ワゴン感が出るとおっしゃられてた方がおったんですが、この感覚がそうなのかもなというふうにも思いました。運転する部分でのそのハンドルっていうものが以前のハンドリングは決して悪いっていうわけじゃないんですけども、よりこう入力に素直になったというふうな感覚を持っております。急に前のパトランプが回り出した。なんだまあ今からちょっと普通に60キロぐらい出せる場所で運転したいと思って今バイパスに乗ったんですが、パトカーが目の前にいるのでなかなか踏めないなと思ってます。一応はここ60まで OK の場所なんですけど、50ちょっと踏みにくいですね。なおかつちょっと今上りなんで、それをちょっと考えるとゆっくりめの運転になるんで、これがね実は速度が上がっていくとすごくハンドルの入力の素直さにびっくりしました。ちょっとパトカーについていくことにします。何々
渡れる道に行くまで少々お待ちください。さあ警察はまっすぐ向かうようです。で僕の方はポートアイランドに向かいます。今だいたい50キロないしろ60キロ手前ぐらいの、スピードで今ハンドルを切ってます。すごいな、寄れないっていう感覚がすげえあります。ちょっともも裏で、その部分の感度っていうのを僕はちょっと感じているところがあったんで、今左右に振ってます。左右に振りながら運転すると、そのもも裏に伝わる部分っていうのがふわふわしたような伝わり方がなくなりました。どっちかというと何て言うんですか、どっしりしたような感じの印象をすごく受けます。その感覚があまりにも新鮮すぎて、ここまで走りに影響するとは正直思ってませんでした。今回走行というか車に何かこう走りのために装備するっていうことを今回初めてさせてもらったんですよ。でそれがこのような感覚を味わえるっていうのはちょっと正直びっくりしているところでございます。で今からちょっと簡単にポートアイランドを外周をちょっと走って再びバイパスの方に向かって戻っていくようなルートで行きます。でポートアイランドの外周には少しこうボコボコしたような道とかもあるので、そちらを通った時に印象やったりっていうのも伝えれたらなと思います。突き上げについてなんですが、つけてる方にもお伺いしたいんですけども、僕の感覚としてですよ、今結構この辺大型っていうかトラック大きいのが、通る道なので、結構こうアスファルトも木立になってたりとかしたりボコボコしてる場所がすごく多い場所なんですが、その辺をこう踏んでるんですけども、思ったよりないんですよね、この突き上げ感が。そこまでこのタワーバーっていうのが効力を発揮するのかっていう風に感じてるんですけども、で今こう止まってる時に今軽いカーブがありながら止まる交差点で今ハンドルを操作しながらブレーキを踏んでたんですけど、ほんまにハンドルが素直になりました。めっちゃ不思議。これでもつける価値はほんまあるなって思ってます。この効力味わってほしいな。この辺が確かボコボコする場所なんで、ちょっとその上を道を今通っていきます。ちょっとあえてボコボコしてるところだと思います。マジですげえな。結構揺れていいけどな、前こことかここ今乗ってますけど、突き上がってから収まるのがめちゃくちゃ早い気がする。前はなんかちょっとまだ余韻あんなみたいな感じで左右に振られたりとかする印象の方があったのに、コメント欄の中にあったその後ろもタワーバーをつけたくなるっていう理由もなんかわかる気はします。確かに前の方はがっちり剛性が上がったっていうことは運転していてすげえわかるんですけど、後ろがなんか後からついてくる感じっていうか、これでもそうだな、クロスオーバー SUV の車にその剛性を求めるのは違う気がすんねんけどな。違う気はすんねんけど、こういうのつけると欲が出てくるっつかね。いやほんますごいな。これただの棒を横にくっつけたわけじゃないのかな。ちょっと中央の方によれを吸収するためのものをなんか STI のロゴの中のところに入ってるんですかね。なんかいやすげえな、すげえしか出てけえないでもアウトバックはこういう風なものに走りとしてこうなるっていう、ここまで変わるとは思ってませんでした。ほんまにこれはほんまです。ほんまにすげえ。すいません、今日はあんまりワンカメで撮影しちゃってるんでカットチェンジがない映像が続くと思いますが、まあ素直な感想をこのような形でお伝えさせていただいておるというふうに思ってもらえたらなと思います。で、あと USB こちら変えました。変えたことによってここが1個の差し口になります。で、1本の差し口になっ
ったけどナビとここでつながるということで収まりよくなるのかなと思いました。今まで使ってたこの今 USB の線が今度逆に長すぎる状態になったんで、ちょっとそれも合わせて探したいなと思います。あと今回ディーラーの営業さんと話してて分かったことなんですが、 USB のパーツを変える時に実はそこのパーツだけを購入するだけでは実はダメだっていうことを知りました。もう一つ外部入力になるピンを挿すところの部品があるんですけども、それが入ってないということらしいです。それはまた別途購入するものとなるそうで、ディーラーさんの営業さんがそれを見落としたというか気づいてなかったらしいです。なかなか後から買える方がおられないので、その辺を見落としたと言って申し訳ないと言っておりました。まあでも僕からするとそれをつけなくても一応 USB とナビはつながるので、あと外部入力のことまでは僕は正直考えてはなかったんで、もう今回それなくてもつくんであればもういいっすよっていうことでもうつけないことにしました。なのでもうそのままの状態で今はナビとくっつけている状態です。であとダッシュボードにあった USB についてなんですが、こちらに今取り外されることになりました。なのでダッシュボードの中で USB のやつがプラプラすることはなくなります。ただこれ思ったことなんですが、わざわざ USB の線がダッシュボードに出すことのメリットがあったのかどうかっていうのは正直不思議でなりません。ならもう別に標準でナビと連動するのはここだけっていう風にもうしようとしてしまった方がいいのかなと思います。普通にここのその中の線変えるだけでも確か部品だけで7000円ぐらいで工賃も入ってくるんで、1万近くかかるんですよ。初っ端からやってりゃその工賃もかかんないんでロスはないんでしょうけど、ちょっとそこら辺は不思議な状態だなというふうにも思います。多分そんなに工程上問題ないことだと思うんですけどね。で次に泥よけを購入させていただきました。僕の中では泥よけの効果っていうのはいまいち分かってないところがあるんですけど、跳ね上げた水に関してはよくアウトバック泥が少なって僕は思ってて、それが気になったんでちょっと泥よけはじめ他社さんのマットフラップを買おうかなと思ってたんですけども、なんかこう自分の中でしっくりこなかったんですよね。いろいろ見て、例えばリフトアップしてたらマットフラップも似合うかなと思ったんですけど、リフトアップすることはないので標準の泥よけを購入することに決めて装着したということになります。これはまた改めて画像を多分、貼っつけておくので、またそれを見てもらえたらなと思います。今また、バイパスの方まで戻ってきましたので、少し踏んでターバーのことについて話を戻したいと思います。今のカーブとかすげえ気持ちいい。なんでこんなにハンドルが素直？すげえな。ハンドルが素直ってこんなにいいんや。これでも峠とかで走るともっと素直で気持ちいいんやろ。ちょっと大きなカーブ今から入ります。なんかこの遊びがない、遅れて入っていくって感じが今までの感覚やったんですよ。なので早めにハンドル切る癖っていうのが多分自然と身についてたと思うんですけど、その感覚で運転するとなんか若干切りすぎる気がします。なので曲がるぞっていうこの頭にカーブの頭に合わせていくような感じでこうハンドル切っていく、本来こうなのかどうなんやろ。でもハンドルの印象がここまで変わるとなんか運転の感覚がここまで変わるんやなって、いやすごいな。事故や、事故じゃない、パンクか。怖っ。次左曲がります。なんかアクセル抜いて曲がるとなんか曲がりがなんか前のアートバックに近いんですけど、アクセル踏みながらカーブするとその印象がすごいしっかり曲がってる感めっちゃ出るんですよね。いやーすごい。よし、
バイパスを降りてきました。いやー、帰ってよかったな。ここまで印象変わるとは思ってなかった。はい、まあ一応こういう風な感じで、レポートさせていただきました。このフレキシブルパワーバーのついたアウトバックに乗ってみたい方おられましたら、概要欄にメールアドレス貼っとくので、そちらで連絡もしいただけましたら、このアウトバック試乗していただけたらなと思います。その代わり、もしその感想も一緒に動画に撮らせてもらえると嬉しいです。おはようございます。昨晩タワーバー設置した動画を収録して、今朝タワーバーを装着した上で、今から神戸方面から尼崎のサービスエリアまでの区間を阪神高速3号線でタワーバーの、インプレッションをしたいと思います。では実際高速、そうですね、だいたい60から80、阪神高速なんでだいたいその速度域になると思うんですけども、走りとしてはタワーバーがあった場合どのような印象があるのかっていうのをちょっと確認したいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、合流の方にやってきました。ちょっとずつ速度を合わせて運転していきます。ちょうど9時になるんですけども、この時間帯結構交通量がありますので、気をつけて運転したいなと思います。で、前半はレーンアシストに関してはちょっと外しておこうと思います。この辺はあまりアップダウンのない、高速道路になりますので、素直なハンドリングっていうのがどうなのかっていうのをちょっと考えたいと思います。だいたい今で70キロ手前ぐらいの速度でしてます。走っているとなんですけども、やっぱりハンドルが固めになった分、左右にブレずに直進性能っていうんですかね、それがすごく出てるなと思います。ちょっと今交通量が多いので、あまり、左右に振ったり運転はちょっと今しにくいので、後でやろうかなと思いますので、ここでは控えたいと思います。ちょっと追い越し車線の方行ってみたいと思います。今車線並行してみましたが、ゆさっとするような動きっていうのが減った気がします。これはバーをつける前ですねに比べると、やっぱりそこの荷重のかかりが変わったんだろうなっていうのは体感で普通に伝わってくると思います。今右に曲がってみましたが、やっぱりハンドルのセンターを考えた時に、素直に曲がるって言えば素直に曲がる。でもなんか車自体の面白みがなくなるっていう言い方も一つあるかもしれないですけど、どうなんでしょう。僕は曲がる分に関してはすごく気持ちよく曲がってるんで結構好きですけどね。実際これが長距離運転になった時に、ラフな運転をする人からするとちょっとハンドルが過敏かもなっていう風にも思うかもしれませんけど、中央維持がすごくしっかりしてるので、運転してても僕は悪くないなと。逆に何ちゅうんですかね、高級車の方のどっしりした車の運転に近づいてるっていう風にも捉えれるかもしれないです。大方6万近い値段を工賃込みで払ったとして考えて、一つ上の高級車に近づけたハンドルの重みっていう風な考え方も一個できるんかなと思います。今ちょっと左右に揺さぶって見てますけど、左右に沈む動きっていうのが半分ぐらい減ったんちゃうかなって気はするんですけどね。他のタワーバーもつけてはる方もしおられたらコメントいただけると嬉しいです。この辺からちょっと交通量が減るので、アダプティブクルーズコントロール ACC を入れたいと思います。速度を設定してレーンキープも入れました。このカーブを入れます。今レーンキープ切れるんでハンドル握って曲がってみたんですけど、今のカーブがいつも通ってるんですけど、気持ちよく曲がれた気がします。昨晩撮った動画、4
夜に撮った動画なんですが、見てもらうと分かると思うんですけど、あれがほんまにつけた後すぐの印象の動画の内容になってますので、多分その反応に対してすげえばっかり言ってると思うんですけど、でもやっぱり運転してた時にところどころつけてるからこそこういう感じの反応をしてるんだなっていうのがすごく自分の中であるので、それはその都度でお伝えさせてもらってるイメージになります。ちょっとこの辺からはカーブがそんなにない場所なので、ハンドルを弱めに持ってハンドルアシスト頼みの運転にしたいと思います。以前のコメントの中に中央維持についての警告がすぐ出るようになるっていう風なコメントがあったんで、それについてちょっと今検証したいと思います。今ハンドル自体は軽く引きてる状態です。抵抗は加えず運転してるような感じです。今基本中央維持してます。出ました。1、2、3、4、5、6、7、8、外れました。でもう一回ちょっとハンドル触ると中央維持が戻るっていう風にはアイザイトはなってます。今親指にかけてるぐらいのハンドルの持ち方をしてます。で基本的には多少なりの勧誘があるかどうかってぐらいでハンドル持っとるんですけど、ハンドルを持ってくださいっていう警告は出ましたね。一瞬出ましたね。ここのハンドルの持ち方っていうのがストレートであっても介入した動きっていうのが多少必要なのかなって気は確かにします。ただしょっちゅう出るかっていうと、ハンドルにかけてる限りは特にはないかな。若干介入が、以前よりは加えないといけないかなっていう印象ですかね。次にカーバーをつけたことによって段差の乗り越えについて伝えてきたらなと思います。実際運転していて段差の入力があった時なんですけど、前輪がかかった時なんですが、ここ今入ります。前輪の入った感覚の突き上げっていうのが僕はほぼ音だけが入ってきた印象として、聞こえてきます。ただ前が剛性上がった分、後ろがターバーなどの補強が入っていないので、後ろが多分変わってはないはずなんですけど、後ろが若干受けた突き上げっていうのが今の前輪の入力から比べると大きく感じやすいです。車全体の揺れが均等じゃなくなったっていうのは感じます。でもそこに集中して分かるレベルっていう言い方になると思います。大きく揺れそうな段差の時にはそれが顕著に出る気がします。ちょっと渋滞してるんで、このまま流す感じで運転するんですけども、西宮を過ぎました。3車線になるところで若干はばらけるんで、ある程度の速度で走れるとは思うんですけども、上下の揺れの部分もどうなんだろう。前がバタッとしたような印象がすごくないんですよね。剛性が上がるってこういうことなんかなって初めて感じてる部分があるんで、全然詳しくないんですけども、それが僕の中ではすごく新鮮に感じてます。走りが好きな方とかが車をいろいろ手を入れたりする意味がなんとなく今回の件で分かってきたかなと思います。多分ホイールを今度変えればそのタイヤとかも変えていって、接地面の感覚とかも変わって車自体の乗り味とかも変わっていくんだろうなっていうのは、もちろんそれは当たり前の話やとは思うんですけども、その感覚の何ていうんですかね、好みだったりその性能を引き出すためにどうするかとかいろいろ考えられて車っていうのを触っていくんだなっていうのを感じました。ただし僕が今そこを手を入れる
ちょっとそこに関しては様子を見ながらちょっと伺っていく世界なのかなというふうにも思います。でもゆくゆくはちょっとアウトバックについてですよ。アウトバックについてですが、アメリカとか、北米中心になんですけども、マットタイヤ履いてる車がすごく多いんですよね。リフトアップしてマットタイヤ履いてっていうフォルムが僕個人的にはちょっと好みでして、ただリフトアップしちゃうと僕の今止めてる駐車場が日中でして止めれない高さになりそうなんですよ。そうなってくるとちょっとややこしいのと、あとディーラーさんに4センチ前後がもしアップするような話だと多分車検取り直しもあるんじゃないかっていうふうにも言われまして、ちょっと今その辺やりたいけどそれ風にしたいなっていうのが今思ってるところです。今ちょうど3車線の道に入ってきました。ちょっとこの辺で ACC 切りたいと思います。ハンドルアシストも切ってちょっとレーンを移動したいと思います。左に曲げた時ビシッて入るんですよね。遅れてちょっと入るっていう印象がすごいなくなったんですよね。これでもほんまより好みや思うんですけど反応が早いんですよね。今右入ります。車自体が閉まるんで、だから普通のクロスオーバー SUV って立ち位置のこのアウトバックの車なんですけど、昔の前のレガシーのワゴンに近づけるであればタワーバーっていう選択は一つありだと思って装着するのがおすすめできるかもしれないです。あと前半にも言ってたその要は高級車の乗り味を手に入れるための一つの手段としての選択っていうのもあるでしょうし、あとはもう少し締まりのある動きのあるB4とそっちにも近づけたいっていう場合もその一つの選択、要はそこまで絞り上げることで乗り味自体に締まりが出たっていう結果というふうな言い方になります。はい、目的地の尼崎に到着しました。到着です。僕はありだと思って、装着してよかったなと思います。視聴者の皆さんの方も導入されていない方がもしおられてこの動画で興味を持たれましたら自動ディーラーにて相談していただければと思います。で、あと装着して走りについていろいろご意見等あると思いますので、その方々はいろいろその辺についてお話をコメントにいただけたら嬉しいです。はい、今回の動画は以上になります。また次の動画で、いろんな車についてお話できたらなと思いますので、今後もよろしくお願いいたします。ではチャンネル登録と高評価をいただけましたら嬉しいのでよろしくお願いします。ドライバーはヒデさんでした。